皆さんこんにちは。 ER さんスイです。1日2日三塚です。はい、ということで三塚君、この前はですね、私の重力感じてたんですけど、その重力が友達になったような、重力が友達、はい、お友達になってですね、重力を使ってこうちょっと走れる感じ、ちょっと近づいてきたんですけども、さらに貪欲にもう皆さん貪欲なので、こういう動画で勉強しようという皆さん貪欲じゃないですか。その貪欲の皆さんにですね、ちょっとお答えして、さらにステップアップ、じゃあ次の段階に進んでいきたいと思います。さらに向こうへプルスウルトラ行ってみよう。新しい、これアニメのやつです。ということで、行ってみよう、やってみようだった、間違えた、行ってみようじゃない、やってみようの間違えた、どっちも大丈夫です。はい、じゃあ次の段階進みたいと思います。この前回やったのはその場でジャンプしてこう重力をうまく反発に変えようっていうのをやったんですけど、次はよくお尻でっていうのを今ずっとやってきたじゃないですか。それがより使えてるかのチェックと、それのトレーニングに入りたいと思います。まずその場で、さっきはこの場で飛んでって言ったんですけど、これを違う飛び方でいきます。股関節の伸展だけで飛びます。股関節の伸展のみで、伸展ってことは伸びる。それです。それです。この腕で飛んでください。それさ、速い人飛ぶんだよね。なんでそんな飛べんのっていうぐらい。私ね、ジャンプ苦手だったんです、子供の頃から。だから昔から股関節が使えないのかな。一回やってみましょうか。一回最初の状態やってみましょう。多分横向きが分かりやすいから。垂直跳び本当に飛ばなくて。垂直跳び。そうですね。これでも今飛んだ感じするよ。本当ですか？ちょっと待って、本気だよこれ。ちょっと待ってね。一生懸命飛ぶよ、上に。なるほど。これこれ子供の頃からだから全然飛べなかったの。なんかこうタッチするやつさ。今すごい高く飛んでました。はい。ということでこれが最初の状態です。で今見てもらったら分かると思うんですけど、僕のとスイさんの違い。待ってください。いきますよ。飛ぶね。飛ぶのとプラスで、スイさんのジャンプは股関節の伸展飛びましょうって言ったのに、もう一箇所動いてる場所がありました。ここですね。どこ？膝を使ってましたよね。使うね、膝。もちろん両方使えればもっと飛べるかもしれないですけど、今回は股関節の伸展、ここの力をもっと生み出そうというところで、さっきランニング中に膝を使うともうすぐ疲れちゃう、前もも使ったりふくらはぎ使いすぎちゃうって言ったじゃないですか。なのでよりここだけで飛ぶ練習を今日はやっていきましょう。ここだけ、股関節のここのお尻の引きだけ。これさ難しい。みんなも膝です。でもちょっと違う感じする。ちょっと待って。待って。そう、ここのそうそれ。ちょっとマシになった感じがする。だいぶマシになりました。それだけでやっぱ今意識頭にあるだけで変わります。なるほど。じゃあ1個ちょっと意識のポイント言いますね。ここに何かあると思ってください。ここにあるものを潰す、離す、ここにあるものを潰してください。するとしっかりここの股関節の屈曲が絶対生まれるので、ここで物を挟む、上げる。いきます。そこでしっかり指を挟んであげてください。挟む。そうです。挟みます。挟みます。そうです。そこの動きです。ここの動きで力を生み出してあげる。すると、なるほど。これね、苦手。この挟むもね、結構難しかったんだよね。ちょっと待ってね。そっか。まずはしっかり挟んでみましょう。ちょっと膝入ったんですけど、でもだいぶやりたいことは合ってきてます。そう、それです。だいぶマシになった。だいぶマシになりました。で、今これを挟むことに精一杯で、体が前に倒れてたんですけど、しっかり胸を起こした状態、この上半身のここは平らに置きましょう。平らというかこうまっすぐの正面を向いた状態で挟む、上げるができると、より多分意識せずにお尻だったりもも裏の筋肉が使えます。多分体がこう折れちゃうとちょっと背筋の力をすごい使いすぎちゃうので、しっかり胸は正面を向いたまま、そう肩幅ぐらい大丈夫です。肩幅ぐらい。ふう。
じゃなんか難しいな。今こっちがいい。わかりました。今わかりましたね。自分でわかりましたよね。オッケーです。それが胸を開いてで股関節。あ、そう。あ、ちょっと違くなった気がする。まあでもだいぶ意識は胸を開いてお腹に力を入れて股関節。ちょっと膝使っちゃう。ちょっと使いますね。ちょっと使いますね。それを少しずつなくす。まずは一番高く飛ぼうっていうよりは、ここだけが使えるように、もう軽くでいいんだよ。でもね、なんかさ、人生でここで飛べると思ったことがなかった方が多い気がする。でも今そこでこれだけ飛んでますからね。はい。ここで力を生み出せるんですよ。股関節。なるほど。じゃあちょっと腕も一緒に今回使ってみましょうか。はい。この状態で。はい。さっき最初にやったその場ジャンプ、前回の動画でやったように腕を一歩先に上げようって言ったじゃないですか。それを意識して下にしゃがんだ時にはもう腕を上げ始める。ああ、分かった。ああ、はい、下にしゃがんだ時は腕を上げ始める。はい、一個早く腕を上げてみましょう。あ、そうどんどん高く飛べると思います。あ、そうです。あ、違う、一緒になっちゃう。今一緒でしたね。一緒になるよ。でもそれが分かってればいいので、自分でコツコツ練習して、あ、来たっていう感覚をつかみましょう。この一緒の時と先に行った時の重力が全然違う。今僕もダメだった。あ、全然違うね。はい。ちょっとでも今ここでたくさん今飛んだじゃないですか。ちょっとその感覚でちょっと走ってみましょうか。一回ちょっとリフレッシュも兼ねて。あ、そうですね。より股関節使いやすくなっていると思います。いいですね。軽やかに。だいぶ。もう一回お願いします。なんか今の教えてもらって、この伸びが感じますか？なんか言われたのが分かった。この瞬間の今練習をしてるんですよ。ここの瞬間、ここの股関節の進展の瞬間を今抽出してここで練習したって感じです。そうだよね。なんでここの速さが出ると思います。走ってる時にこのこと言ってんだなって。ここの股関節の伸びを今は集中的にやってます。それを以前より感じられるようになる。OK です。少しずつ次のステップに。今はその場でやってるんですけど、もうでも早速、これは地道にやっていくとして、次のステップに行きます。ここちょうど段差があるのでこれを使います。さっきの股関節の進展で段差を駆け上りましょう。段差を上りましょう。いきます。できるかな？僕いう難しい。ここのさっきの股関節の進展だけで飛びましょうから、それだけで段差を登っていきます。いやダメだ、イメージから前も使っちゃいそうなイメージになってる。股関節だけです。はい、曲げて伸ばして次つく時にはもう準備を始めてる状態。いきます。股関節ってことは腸腰筋とか使うってことかな。腸腰筋、こっちですね。お尻とハム。お尻とハムか。お尻とハム。お尻とハムね。お尻とハム。お尻とハムストリングス。お尻とハムストリングス。わかりました。そんなに意識しすぎず筋肉は今回。完全膝やん。全然膝です。いやでももうそれすごい成長で、膝を使ってるって分かったっていう、分かり出してるっていう。でランニング中に今ダメな走りなんだなっていうのを感じれるんですよ。感じ始めた。もうそれだけでもうかなり成長です。そうだよね。多分ランニング中に今これダメだっていう修正能力がもう身についてるはずなんですよ。なんで今これ違うって分かれるってことは、もう大きい一歩です。確かに。これ合ってるでしょうと思ってやって間違えたことばっかりやったんで、それが一番ダメというか、自分の我が道を進み続けてるっていうので、客観的にこう見れない。確かに。っていうので今はじゃあ私膝使ってるかどうかっていうチェックのポイントとして、膝をつま先よりもめっちゃ出ちゃう人、出てるとか、あと動画で一回撮ってもらうと分かりやすいんですけど、自分で見てて膝がこう前に出てるのを見て取れる人、靴が隠れちゃう、やっててこう自分の目線から靴が見えないぐらい出てる、ってなると
やりすぎですかね。はい。とにかく膝を前に出しすぎない。はい。股関節を引く。お尻を後ろに引いてあげる。膝全く動かさないは無理なので、はい、もう意識は股関節だけ動かす。挟む時のポイントは体からいくんじゃなくて、はい、お尻を引いてあげる。あ、そっか。こうするとお尻とハムストリングスに今の時点でも来てるから、はい、あ、それはいい。でそこに筋肉がちょっと使えてるな、疲れてるなもチェックポイント一つになると思います。いきます。はい。ポン、はい、ポン、はい、ポン、あ、でも登れるようになりましたね。いつも全部そこでつまずいてたの。だいぶマシになった。だからさっきのこっちを使えてる証拠です。なんかさっきのこれを前にっていうのが分かりやすかった。ここ後ろから前に行くとなんか飛ぶんですよ、体が。股関節ジャンプでやっぱジョギングの前、ポイントレの前にちょっとポイントレの前だったらちょっと少なめにしてジョギングの時はちょっと多めに疲れるぐらいやってもこのまま意識してよりいい意識で走れるので取り入れてほしいですね。前にいいね。これダメな時は感覚的にここら辺がすごい使われる。使うんですけど、いい時はここやべえみたいな。ここだけ本当お尻だけだった。より股関節の伸展を使って自然に走れるようになっていると思います。ポンポン。はい、ということで今日ラスト走ってみたんですけども、どうでした？なんかね、滞空時間長かった。そうなんですよ。多分ピッチ前の動画と見て比べたら分かると思うんですけど、ピッチが遅くなってます。なんかね、このさっきの練習で階段の練習で伸びるって練習したから、走った時にポーンっていった時に伸びよう。そうなんで滞空時間が結果的に伸びてたっていう。思いました。なので3分40ペースだったけどジョグだったね。聞きました。3分40はジョグです。大げさですけど、次のマラソンが楽しみですね。それぐらい余力感というか、今までの3分40のペタペタの3分40と全然違いませんか？全然違う。なんかやっぱ早く走ろうと思うと早くってなったのがなんかポイーンポイーンっていう。はい、でピッチが落ちるイコールストライドが伸びるっていうすごく良かったと思います。続けていきたい練習ですね。でこういうのを多分今水さん特に苦手。スピードが出ない、ハーフとフルが変わらないぐらい。それってやっぱスピードの上限も足りてないんですよね。なのでこういった動き作りをもっと徹底的にやっていって、よりさらなる高みに2時間50。行くためにはここが重点的に必要だと思うので、ジョグやポイント前にしっかりやってください。ありがとうございます。本当ね、少しずつ一緒にみんなで進化していきましょう。それではまた皆さんウタランチャンネルで会いましょう。またね。バイバイ。